こんにちは、ウォッチミックスです。今回はデンマークのマイクロブランド AV86 様とコラボさせていただき、1968メカニカルを時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。この AV86 という時計ブランドはアバウトヴィンテージという社名から変更されたんですけど、気兼ねなく毎日使えるクラシカルなスタイルの腕時計、そのコンセプトはそのままに新たなスタートを切っており、個人的に注目しているマイクロブランドの一つになります。今回はその豊富なラインナップの中から通好みな手巻きの腕時計1968メカニカルの新色モデルレビューさせていただくことになりました。今趣味的に楽しめるクラシカルな腕時計を探しているっていう方はぜひ一度チェックしてみてください。まずはじめに実際に手にしてみた第一印象なんですけど、それは古い映画のようなノスタルジーな味わいあるねって、そんな感じでした。そのクラシカルなスタイルにニュアンスカラーのダイヤル合わさっていて、何とも言えない古めかしい雰囲気伝えてくるんですよね。特にこの新色はグラデーションのかかったベージュ系のサンドカラーっていうその色合いっていうこともあって、モノクロ映画のような懐かしさありますね。またスモセコが入っていることでヴィンテージウォッチのようなそんな印象になっていて、古い腕時計を楽しんでいる、そういう風に見せてくれるのもいいところ。それと何といっても魅力的なのが手巻きのメカニカルムーブメント搭載ってことですね。自分でゼンマイを巻いてあげないと止まってしまう、その面倒とも感じるようなところがだんだんと愛着に変わってくるんですよね。クラシカルなスタイルに手巻きのメカニカルムーブメント搭載、まさに大人の趣味時計って感じ。しかも手の届きやすいお手頃価格なのが嬉しいですね。まさにこのブランドのコンセプト通り、普段使いできるヴィンテージウォッチ、この感じ好きな方多いんじゃないでしょうか。私もクラシカルな手巻き時計大好きです。ではデザインをマニア目線で細かくチェックしていこうと思います。今回レビューしている1968メカニカルの新色なんですが、文字盤の中央部分はベージュ系のサンドカラー、それにブラックのスモセコが程よいコントラストになっていて、ヴィンテージなイメージうまく演出しています。そのサンドカラーの部分は凹凸のある脂肪カカオのようになっていて、ザラッとした質感のグラデーション、その感じに何とも言えない古めかしい味わい感じます。とても魅力的ですね。うまくは言えないんだけど、一目見てなんとなく心に残る、そんな文字盤に仕上がっています。それにシルバーのリーフ針とトビアラビアのインデックス入ってるんですが、キラリとしたツヤ感があってモダンな印象ありますね。文字盤全体で言うと色味だったり、あとは光沢の出方、その場の光加減だったり見る角度によって表情変えていくのも魅力的なところ。特に暖色系の間接照明が当たるようなところでは文字盤の色合いにぐっと深みが出て、褒め言葉なんですけど、ちょっと古ぼけた腕時計、そんな風にも見せてくれます。いやもう本当に表情深みがあります。文字盤もっと細かく見ていくと、いわゆるステップダイヤルと呼ばれている段差のついた文字盤の作りになっていて、文字盤の外周部分ですね、縁の部分が一段下がった作りになっています。それに合わせてバーインデックスも凝った作りになっていて、段差に合わせた形状になっているだけではなくて、バーインデックスの縁の部分、カットが複雑になっていて、光沢の出方変わるんですよね。その光沢が変わっていくことによって文字盤にうまく深み生んでいます。文字盤のデザインについては全体的にはクラシカルなんですが、ディティール見ていくとモダンな作りになっていて、モダンクラシック、そんな洗練されたデザインになっていますね。それに絶妙なカラーのグラデーション合わさっていて、独特の世界観に見せています。個人的にこの新色一押しです。そしてケースはオーソドックスなスタイルなんですが、ラグの付け根の部分に溝があってちょっと面白いディティールになってますね。この感じあまり見ないです。ガラスはボックスガラスのように少しだけ縁のあるドーム型のサファイアガラスになっています。柔らかな形状のベゼルと合わさっていて、とても風合い良くて、なんとなくなんですがプラ風貌なイメージもあって、昔の腕時計想像させるところですね。ここのディティールうまいですね。裏蓋にはコペンハーゲンの街並みのイメージが入っていて、空いている部分には無料の刻印ができます。今回はグッドタイムズ、バッドタイムズと入れていただきました。刻印を入れると自分だけの腕時計、そんな特別感生まれますね。
ストラップはシックなブラックレザーになっています。質感がいいだけではなくて、とても柔らかくて着用感すごく良かったです。ちなみになんですが、腕時計を購入するときに追加ベルト同時購入すると格安価格で購入できるので、腕時計をねイメチェンしながら楽しみたいっていう方は追加ベルトの同時購入おすすめです。腕時計全体の印象としてはクラシカルな腕時計っていう感じなんですけど、モダンクラシック、そんなねイメージの腕時計に仕上げてあって、個人的になんですが、そのクラシカルさの中にほんの少し躍動感感じました。次に基本スペックと作りについて簡単に解説していきます。ムーブメントは機械式、いわゆるゼンマイ式の腕時計となっていて、シーガルの ST17 搭載となっています。味わいのある手巻きのメカニカルムーブメント搭載。いやもうたまらないですよね。あまり時計にね詳しくない方は手巻きの腕時計面倒だなって感じるかもしれないんですが、それがだんだんと愛着につながっていくんだと思います。今ね手巻きの腕時計探してもなかなかないので、満足感非常にね高いと思います。そして横幅はやや小ぶりな 39mm、 クラシカルなスタイルにこの小ぶりな 39mm 合わさっていることによって、大人世代の方がつけていただいても品よく感じる絶妙なサイズとなっています。そしてガラスはドーム型のサファイアガラス。サファイアガラスっていうのは非常に硬いガラスで、普段使いしていてまず傷が入ることがないので安心して使えるのがいいところ。そして防水は5気圧防水となっています。5気圧防水は時計本体を水の中にザブッとつけてしまっても大丈夫ですよとは言えないやや弱めの防水スペックになっているので、普段の汗とか雨っていうのはもちろんね全然平気なんですが、5気圧防水の機械式の腕時計と考えて、突然のゲリラ豪雨だったり台風だったり傘を差していても手元に水がバシャバシャかかるようなそんなシーンは安心のために時計を手から外してポケットに入れてあげる、そんなねケアをしてあげれば長く使えるかとは思います。スペックについては味わいのある手巻きのメカニカルムーブメント搭載。いやもうこれだけで満足度非常に高いですよね。今の時代手巻きの腕時計探してみてもなかなかないので、本当にね嬉しいですね。しかも手頃な価格になっているのが驚きです。スペックに関して欲を言うんだったら10気圧防水だったら最高だなとは思うところ。サイズに関してはやや小ぶりな 39mm、 このサイズ感もいいですね。腕に収まりが良くて品よく見せてくれる絶妙なサイズ。どんなシーンでも使いやすくて年代問わずお勧めできます。まだ届いて数週間なんですが、着用イメージ写真少し撮影してみたので、コーデのイメージだったりサイズ感の参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。この1968メカニカルはクラシカルなスタイルにモダンな雰囲気うまくねプラスされてあって、きれいめなコーデから武骨なコーデまで幅広いコーデに相性良かったですね。本当にね想像以上に合わせやすかったです。もちろんきれいめなジャケパンスタイルにはぴったりな腕時計には違いないんですけど、個人的には武骨なミリタリージャケットに合わせて手元に違和感をプラスして、いやちょっと何者みたいな感じで楽しむのがすごくね楽しかったですね。それとやっぱり手巻きの腕時計、その古めかしい味わい最高でした。今回はデンマークのマイクロブランド AV86 様とコラボさせていただき、クラシカルなスタイルの1968メカニカルを時計マニアな目線で徹底レビューしてきました。いかがだったでしょうか。今回レビューしてきた新色サンド&ブラックはニュアンスカラーのグラデーションダイヤルになっていて、
見る角度だったりその場の光加減で表情を変える素敵な腕時計でした。綺麗めに楽しんでもいいし、ラフに楽しんでもかっこいいスマートカジュアルな一本。しかも使えば使うほど愛着の湧く手巻きのメカニカルムーブメント搭載。この腕時計にドキッとした方はぜひ一度公式サイトチェックしてみてください。欲しくなると思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介していきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。